い感じに連発できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はスピンニードルランチャーを作ってみようと思います。回転とダメージの関係を研究して遠距離から当てられる使いやすい武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは火薬で飛ばす弾が回転によってダメージが変化するか調べておきます。モーターの軸につけた火薬のセラミックスにスライムを食べると点火するスライムトリガーの火を近づけると、なるほど、5131ダメージ。今度はモーターを回した状態で試すと、5131ダメージ。同じです。もしかしたら、距離が近すぎるせいかもしれないので、もっと距離を離して、もう一度試してみます。まずは無回転。4142ダメージ。回転していると4142ダメージ。同じです。最大回転数で回っているはずですが、弾の形状が悪いのかもしれないので、火の棒を追加して長くしました。こちらを試してみると、なるほど。こちらも先ほどと同じように、ダメージは同じでした。棒を伸ばしてもう一度やると、今度はわずかに回している方の威力が低くなりました。誤差の範囲ですね。だったら今度は回転するフィンをつけるとどうでしょうか。おっと、火薬が大きすぎたせいで棒が壊れてしまいました。火薬の大きさを調整して回さずに撃つと4912ダメージ。回して撃ってもダメージは同じです。回転は意味がないんでしょうか。変化を与えるために先端をセラミックスからタングステンに変えて重くしてみます。こちらで試してみるとやっぱり変化はありませんでした。ここでもっと回転させやすくするためになるだけ細長い針のようなタングステンの刃を作っておきます。草に硝石をつけて燃焼を促進させることでタングステンが1200度以上になって鍛造して細くできました。超長いので扱いやすい長さに切り出してそちらに回転用のフィンをつけました。こちらを飛ばしてみると的に届きません。回転させても同じです。そこでもっと火薬を増量して的もだいたい100メートルくらい離してもう一度撃ってみると届きました。そして回転させて撃つと微妙に威力が下がります。それからも何度か撃ってみましたが距離を離したせいか回転させるさせないにかかわらず多少ダメージがばらつきます。多分風の影響ですね。そもそも弾を発射した時モーターの軸が回転している影響を受けているか確認してなかったので太めの木材を用意したら発射してみます。もちろんこのままだと回りませんがバッテリーを5本使って回転させながら発射してみるとなんと発射の瞬間回転が止まっています。これでは軸を回転させた意味がありませんね。何度か打っても結果は同じでしたが試しに軽量プラスチックの板に変更して軽量化したものを発射するとなんと今度は回っています。どうやら弾がある程度重いと発射時に回転が止まるみたいです。この現象を信じれば軽くて細い棒でも安定して弾道の安定に役立ってくれるはずです。するとこの軽い棒の弾であれば回転させた時わずかに威力が上がるのが確認できました。それから何度も撃っていますがダメージの変化は本当にわずかなので風による影響の方が大きそうです。それでも100メートル先の的であっても弾が傾かず先端のタングステンが当たってくれているので細い棒をつける意味はあるみたいです。試しに呼び出せる最長サイズの棒を使ってみても
ちゃんとまっすぐ飛んでダメージを与えてくれました。モーターで回転させるときとさせないときとでダメージはほぼ変わりませんし、槍のように見た目はなかなか面白いですが、さすがにこれだと扱いづらそうです。だったらもっと小型化して小さい棒を使った斜め向きのフィンを大量に取り付けることで空力によってなるだけ早く回転してくれるようにしましょう。弾道も安定してくれそうです。こちらを発射すると、モーター停止状態で4764ダメージ。モーターが動いている状態だと4721ダメージ。それから何度か試すと、どうやらこの弾はモーターが動いている時の方がダメージが低めになるみたいです。多分回転によって発射時に微妙にブレる力が働いているんだと思います。そして試しにフィンを全て取り外して回転しない状態で発射すると4721ダメージ。フィンをつけた状態だと4765ダメージなので、わずかですが回転させて弾の向きを安定させることでダメージアップを期待できるみたいです。とりあえず回転する針の弾はこれで OK としましょう。あとはこれを連続で発射できるように以前作った栄光弾ランチャーの機構をベースに8連発できる回転弾装式の銃にしていきます。回転する針、スピンニードルを装填して発射する機構もタングステンで回転速度をダウンさせ、壊れる草をクッションにすることでより壊れにくくスムーズに発射できるように改善しました。トリガーを引いた時だけレーザーサイトが出るようにもしています。こちらを発射すると、よし、素早く弾倉が回転して次々に弾を撃てています。弾もちゃんと見えますし、まっすぐ飛んでいるのがわかります。手に持って撃っても多少発射の反動はありますが、手から落とすことなく全ての弾を撃ち尽くすことができました。これでスピンニードルランチャーは完成ですね。カメラに向かって撃ってみると、いい感じに連発できています。素早く回転する弾倉がなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。遠くにある木を狙ってみると、レーザーサイトのおかげで狙いやすいので、かなり離れている木を狙っても簡単に当てることができました。最小サイズの火薬で飛ばしているにもかかわらず、ダメージもなかなか高いので、かなり優秀な弾だと思います。古内のロボットを狙っても、なかなかの威力が出るので、ちゃんと当たれば一撃で破壊できます。そんなに重い武器ではないので、移動にも問題ないのがいいですね。さらに、古代のコアを召喚して、狙い撃ちすると、かなり離れているのに、バシバシ弾が当たっていって、簡単に最終形態まで破壊することができました。これはなかなか強いです。巨大な木を狙っても、かなり距離が離れているにもかかわらず、安定して4000ダメージほど与えて、4つの葉っぱを全て破壊することができました。弾の空力がいいおかげか、距離が離れてもダメージが落ちにくいんだと思います。もちろんドローン工場の壁も簡単に破壊できますし、それなりに離れた風力発電機を狙っても一撃で粉砕できます。倒れている途中の柱にもちゃんと当たってますね。まっすぐ飛ぶおかげでレーザーサイトで狙ったところにしっかり当たってくれました。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙ってスピンニードルランチャーで攻撃してみます。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、なるほど、弾はかなり軽いのでまとめて吹っ飛ばすことは少ないです。それでもちゃんと狙い通り当たって長い弾のおかげが貫通してしまうこともないので、安心して撃てる信頼性の高い武器だと思います。ちなみに私の視点だとこんな感じです。短い時間トリガーを引くことでレーザーサイトだけを出せるので、
こちらで狙いをつけた後にトリガーを引きっぱなしにしてスピンニードルを発射しましょう。それなりの感覚で連発できますし、素直な弾道でまっすぐ遠くまで飛んでくれるので、かなり使いやすい武器です。それでは十分射撃を楽しんだので、イエロースライムに効くように銀の刃をそれぞれの弾の先端に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。しっかり狙って発射。ダメージを与えてはいますが、倒しきるところまではいきません。かなり接近して撃ってみてもほぼダメージは変わりませんでした。これでは倒すことができないので、私が持って体当たりしましょう。おりゃー、当たりどころが悪いと倒しきれませんが、何度か試していると、やったー、巨大スライムを倒しました。うまく銀が弾かれて当たったのか、かなりのダメージが出ています。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたスピンニードルランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、